おはようございます。たかしです。本日は8月27日火曜日、ただいま8時18分。それでは本日のポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたいもしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。昨日のポンド円は長い下髭になってきております。ここのところずっとこの辺りで揉み合ってますよね。ただ、この GMMA の青帯ぐらいまでは上昇する可能性があるので、上昇してからの下落になるのか、それともここの揉み合い後の下落になるのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスはちょっと弱いですよね。基本的には今下落方向に動いているので、売り圧力は比較的かかりやすい、そういう中にはありますが、かといってどんどん下落するっていうわけでもなく、昨日も一度下攻めしてからの上昇になってますので、分かりにくい動きをしているっていうのが現在のポンド円です。ですので、上がったら売られるし、下がったら買われるという、大枠ではこの黄色の点線とこの白い水平線、188円と192円ぐらいの間での大枠でのレンジと考えておきたいです。では4時間足です。4時間足は直近の下落に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8%、ここが上値を抑えているポイントですね。このあたりでずーっと上値が重い。かといってどんどん下落するっていう感じでもなく、昨日もそうなんですけれども、下がってくると買われるんですよね。このあたりっていうのがずーっと意識されてます。だいたいこの辺、189.5 付近、この辺にラインが引けそうですよね。過去のこの高値、このあたりもずーっと止められておりますので、若干こう下抜けとかもあるんですが、189.5 付近が今意識されているのがわかりますので、昨日はその辺付近からの反発になっております。GMMA の青帯は今までずっとここ下落してきていたんですが、そこがここですね、下落してきてましたよね。そこからずっと横ばいになってます。つまり今レンジなんですね。GMMA の青帯が横向きってことはレンジですので、先ほど言ったように、このラインの間での大枠でのレンジというふうに考えておきたい。そして現在は GMMA の青帯付近にあるので、ここから上がるのか下がるのかっていう、どちらに動くかがわからないポイントにあるので、こういうところでトレードをすると、打っても勝っても負けやすくなりますので、しっかりと根拠を持ってエントリーしていく必要があります。現在ストキャスティクスは上昇中ですので、上昇方向に動きやすい試合ではあるんですが、当然上がったところ、この黄色の点線っていうのは意識されてきますので、まずは上がれば下がる、下がれば上がるっていう、そういう動き方、そしてそれが今はどちらになるのかがわからないっていうところなので、上がるのか下がるのかわからないところでトレードするんじゃなくって、しっかりとこの過去の高値とか、この意識されるラインとか、そういうところに引き付けておく必要があります。では1時間足です。1時間足には赤い水平線を引いておりました。これ週末で投稿したブログにも書いてますが、ブログはここに矢印を入れているんですが、それ通りの動きになってきております。この赤い水平線を下抜けて、そこからこの次の意識されるラインまでの下落、そしてここで下げ止まって、昨日なんかここでダブルボトムをつけてますよね。こんな感じですよね。ダブルボトムをつけての上昇になっております。そして昨日最終的には GMMA の青帯の上に乗せてきたんですが、今日は朝から下落方向に動いてますので、またこの赤い水平線を下抜けてくれば昨日安値を目指して下落、そしてこの赤い水平線の上で推移するのであれば、ここから上昇していく可能性を考えておきたいです。基本的には方向感なく動いていると先ほど言いましたので、4時間足の GMMA はずっと横ばいですので、分かりにくいところでトレードするんじゃなくって、しっかりと方向感が出てからトレードしていくのがいいと思います。ですので今意識されるのはこの水平線ですよね。なのでこの辺にアラートを仕掛けておく。いつも言ってますが、アラートを仕掛けておいて、そこに到達して、そこで通知が来れば、そこからトレードを検討するっていう風にしておくと、無駄なトレードが減らせますし、その待ち時間も有意義に使えますので、その辺活用していただけるといいんじゃないのかなと思います。そして現在のチャートトレーディングビューで表示させております。まだトレーディングビューをご利用でない方は、概要欄に URL 載せておきますし、無料で使えますので、良ければ一度登録してみてください。次はドル円を見ていきましょう。こちらも同じような感じですね。GMMA の青帯まで少し距離があるので、もうちょっと上昇する余地があるというところです。ただ基本的にはずっと上値が重いので、今は直近のこの強い下落に対しての戻り売りの最中ですね。ただこの水平線、赤い水平線が意識されてますので、昨日は一旦反発してきたというところです。ストキャスティクスは安値圏にあります。
では4時間足です。GMMA の青帯は下向きですよね。ポンド円は横向きだったんですが、ドル円の方が弱いので、GMMA の青帯下向きでまだ下落トレンドは継続中。そしてこの過去のこの動きですね。GMMA に接触しての下落っていうところがありますので、この辺の動きを見ておきたいですね。そう考えると本日まだもうちょっとこの上昇余地があるっていうのもわかります。ただ昨日の動きなんかを見ていてもかなり上値は重そうですよね。ストキャスティクスの上昇に伴ってチャートもじりじりと上昇しております。もうちょっと上昇余地があるので、本日ももう少し上昇余地があるのかなと、せめて GMMA の青帯に接触するぐらいまでの動きをしてきてほしいですね。今までですとこういう動きが想定されますので、まずは戻り売りを考えるのであれば GMMA の青帯ぐらいまでの上昇を待っておきたい。そんなのが今のドル円の相場です。では1時間足です。1時間足もダラダラと下落してきてますよね。ここのところずっと先週が下落方向に動いていて、そして週末に向けて横横の動きをしていて、そこからもう一段金曜日に下抜けてきたというところです。ですので、こういう今下落ですよね。こういう動きを今しているところです。で、その中で昨日は一旦の反発上昇。今1時間足の GMMA まで戻してきたところで、ここからどうなるかですね。この辺りを抜けてくると、この辺の安値が意識されているのがわかりますよね。過去この辺とかずっと意識されているので、145円ぐらいまで一度戻す可能性があるんですが、そこから再び下落方向への動きをイメージしておきたいです。逆にこの145円付近を上抜けてくると、この過去のレンジですね。この辺りにこういうレンジが描きますので、この中に入ってくると、再びこのレンジの上限、つまりこの辺のライン、145円付近を上抜けてくると、再びこのレンジ上限、ここですね、146.5 付近までの上昇が考えられますので、今はその調整の上昇中ですので、まずは本日はもうちょっと上昇を見ておきたい。もちろんこの現在地、GMMA の青帯付近ですので、ここから下落していくっていうことも考えられるんですけれども、先ほどの4時間足を見ていても、ストキャスティクスまだもう少し上昇余地がありますので、そう考えるともうちょっと上昇する可能性があるのかなと。145円ぐらいまで引きつけて、この過去のこのレンジの下限ぐらいまで引きつけて、そこからの下落なのか、もしくはここを上抜けてくると、このレンジの上限までの上昇なのか、というところを見ておくと分かりやすいので、まず本日は145円っていうところを節目として考えておくと、トレードの方向性が分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。